中ピ連の最初の創刊号にあった文章のような知的格闘を斉藤元彦は要求しないのよ。兵庫県警が取調室で猪本総務部長から聞いた話を県庁へ持っていったら否定するんですよ。で、その県庁が知事と OB 読んで事情聴取して、なんか真実が明らかになるの。このファクトに踏まえて、これ聞いてみ。持続可能な財政運営の検討会のもとに、こういう無茶苦茶が、なんか兵庫県民のためになると思ってんの？これ国家に対するクーデターよね。私が菅野保でございます。ゲラが抜けまして、5月から始まった5、6、7、8月と続いてきた原稿ラッシュが今終わりつつあります。まあ実を言うと月刊日本の原稿があるから明日一日また死ななあかんのですけど、ようやく抜けました。もう頭の中スポンジです。でも終わったイェイということで終わりました。もうなんか二郎行って野菜マシマシ食えるんちゃうかないうぐらいなんか今心の底から元気になってますけど、ようやく抜けました。いやーもうほんましんどかった。てかね、文献が面白すぎるんですよ。もうほんま最高。だって中ピ連の機関誌の創刊号とかそのまま載ってんねんで。成長の家がウーマンリブではなくて、成長の家、だから中ピ連が攻撃した政治家、みんな成長の家の政治家なんですよ。中ピ連は正しかったという話を書いてるんです。俺はちょっと中ピ連中心士官みたいな感じになってしまって反省はあるんだけども、字数が足りないからそうしたんですが、これ読んでると全国各地にその女性の運動っていうのがあって、すっごい足腰の強い運動をしてたっていうのよくわかるし、いかに今の俺たちが中途半端な運動しかしてないかっていうのもよくわかります。昔の運動はすごかった。だってね、書いてる文章のね、足腰が違うの。てかね、運動当事者の書いてる文章のクオリティが違うのよ。中ピ連の創刊号です、これ。これちっちゃいけどね、読み上げるとね、全部読めるんですよ。拡大して読むと。めちゃめちゃいいっすよ、これ。もうね、日本語のクオリティが違うの、もう。先の国会に優生保護法改悪案が提出された。その最大の眼目は、従来大部分を占めていた経済的理由による中絶を禁止しようとする点にあった。現実に開業医段階では、保健所からの指導強化や届け出の励行要請など、中絶に対する締め付けが厳しくなってきており、今回の改悪案の提出は、このような現実に対応した法律的措置であった。しかしながらちょうど佐藤内閣の末期であり、しかも重要法案目白押しであったことなどにより、優生保護法改悪案も成立せず、結局、継続審議となった。この法案に対して女の側からの反対運動も行われ、特に近年のリブ運動の停滞を打ち破るかのように、少数ではあるが新しいグループ、個人などの参加も目立った。しかし残念ながら女だけの力で主体的に阻止しようとするほどの力量には達しなかった。この反対運動の中から今回の優生保護法改悪のみならず、現行の優生保護法もどう捉えるのかという問題点が指摘された。すなわち現行の優生保護法そのものが国家による妊娠出産の管理である以上、それに反対するとともに完全な避妊薬であるピルの問題が指摘された。そして勤労婦人福祉法案や性教育等々の女に対するあらゆる締め付けに対して戦い抜き、さらにこちらの攻撃としてのピル解禁を要求するという意味での現行の優生保護法改定ピル解禁にまで討議が進められたのである。さらに女の力を深めていくためにあらゆるグループ個人の広範な連合体を作ろうという機運が高まってきた。めちゃめちゃうまいでしょ、日本語。そして準備会が作られ6月18日、月島区民会館での集会で、中絶禁止法に反対し、ピル解禁を要求する女性解放者連合中ピ連が発足した。中ピ連とは中絶禁止法に反対し、ピル解禁に賛成ならば、個人でもグループでも自由に参加できる幅広い運動とすることが確認された。発足後、中ピ連は直ちに広範な活動を開始した。6月29日、ピルについての説明討論集会を開き、活発な意見の交換がされた。
7月9日にはピル解禁をどう戦うかという討論集会を開いた。集会において日本におけるピルの飼い方を含めて討論が深まり、かつ女自身があまりにも自分の体や避妊方法などについて無知であったことの反省とともに、今の医療が全然女のためのものになっていないことも指摘された。そして単に中絶禁止法反対、ピル解禁のみならず、それ以降も含めた構想としての女性のためのクリニック、仮の設立まで討論が進んだ。中ピレン発足というこのような事実が伝わると、直ちに反響がものすごく、毎日5から10通の手紙が主婦、学生、OL などから続々寄せられている。ピルが欲しいという切実な叫びが連日こちらに届いているような毎日である。あなたと共に戦い、輪に加わろう。この文章の歯切れの良さ。で、論説が載ってて、このパンフレットのこのピルを解禁せよというところのコラムがすごく良くて、ピル経口避妊薬は 100% の避妊案であり、性と生殖を完全に分離する。女が妻母として体制に組み込まれている以上、この完全な避妊薬を手中にすることは、女性解放の条件を作り出す第一歩となる。このピルは今までは自由に市販されていたが、ピルを解禁、せよという女性たちの声の高まりに驚きを当てた政府厚生省は4月1日よりピルを要指示薬とし、販売制限を行った。あまつさえ我々の運動の発展を恐れて、6月1日付で薬局店頭からのピルの開始を命じるという始末。そしてピルは副作用が問題だというデマゴーギーを流し、ピルを闇から闇へと葬り去ろうとしている。しかしながら子供を産む、産まぬ、あるいは妊娠するしないを決定するのは我々女の自由であり権利である。今高らかに声を上げ、ピル解禁を勝ち取ろう。これは中ピレン中心主観であんまりよろしくないんですよ。あまりにも中ピレンっていうことは。ていうかね、能力の違いを感じる今の運動と。この、中ピレンのこの劇文は名文中の名文なんですけど、っていうかね、彼女が名文家だったんだろうな。どっちにしてもね、当時フェミニズムって言葉がさほど一般的ではなくて、ウーマンリブという言葉を使ってたんですが、第二の性よりも前ですね。便所からの解放から10年でしょ。10年経ってないのか。7、8年か。便所からの解放のね。それを不幸な結婚というふうに表現する人がいますけれども、抑圧された階級を解放するという意味において、フェミニズムはマルクシズムに接近せざるを得ないので、頭が良くないとフェミニストになれないということですよね。そのマルクスが好きだからフェミニストになるということはないとは思うけれども、あるか、あり得るか。ただ抑圧された階層を言語としてロジックとして解放する根拠を、プロトコル、抑圧された階級を解放するプロトコルを言語化して、使用書を定義し得た人物は人類史上、マルクスしかいないので、これは仕方がないですよね。だってマニュアル書いたのマルクスしかおらんねんもん。こういうロジカルなね、運動というのがやっぱり必要なんでしょうな。赤本ね。これは運動側の人が書いた文章です。南波さんの文章読んだらわかると思うんやけど、結局ね、例えば、中ピレンの最初の創刊号にあった文章のような知的格闘を斎藤元彦は要求しないのよ。なぜならば、アホで一言で済むから。で、これは別に南波さんの原稿を批判してるわけでもなんでもないですけど、いや、単なるアホで、アホやからお前は知事をやってはいけませんってだけの話ですから、こんな複雑な問題じゃないんですよ。解析する必要がないんです。アホは黙れだけで済むんですよ。だから、南波さんの文章読めばわかるんだけど、南波さんの頭の良さっていうのがね、当然頭ええわさ。だってあの人、理系で博士号持ってんちゃうの？理系の研究職やったわけですよ、食品会社で。とんでもなく優秀ってことですよ、それは。めちゃめちゃ頭ええってことですよ。だから松にしても、阪大でしょ、あいつは阪大の、何やったっけ、あいつ理学部やったっけ、阪大理学部でしょ。とんでもなく頭ええわけですよ。知性がね、なんていうのかな。南波さんが寝台で、マッツが阪大でしょ。で、だから、その知性だなということはわかるんです。わかるんですが、事象がクソしょうもなすぎるの。で、なんで賢が怒ってるか言ったら、なんでこんな鼻クソみたいな価値しかない人間が知事という要職をやってるのというびっくり
クリ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 だからなんですよ。だからその斎藤元彦の問題点ということを書こうと思ったってアホだからで一行で済んでしまうというのが頭がいいから分かるから、なんていうの、逡巡しながら書いてて自分のことを書かざるを得ないんですよね。例えば今回の要泉祭の話もそうですよ。なんかツイッターでね、トレンドとかに上がって斎藤さんが過去の問題にメスを入れる言うてるんですよ。で前知事にヒアリングする言うてるんです。いやこれアホから聞いたらブラックボックスに手入れたって話になるかもわからんねんけどね、これ一言で反論できるんですよ。いやお前5年何してたんとか違う、今まで何してたん違うんだよ。人から話聞くって兵庫県ではもう意味ないはずですよ。猪本元総務部長、県警に情報漏洩は知事からやれって言われてやりました言うて、それ知事否定した人終わってるやん。警察が公権力を使って調査した出てきた話さえあんた否定してんの？人の話聞いても意味ないやん。意味なんかあんの？警察の捜査結果さえ否定するんですよ。兵庫県警が取調室で猪本総務部長から聞いた話を県庁へ持っていったら否定するんですよ。で、その県庁が知事と OB 読んで事情聴取して、なんか真実が明らかになんの？ねえ。それ、第三者委員会、いや、百条委員会、第三者委員会ですね。もう完全に県警対組織暴力やん、こんなん。斎藤さん頑張れとか言うてるけど、頑張ってどうすんの？頑張ってあかん人やん。警察で猪本総務部長が証言した内容を知事が否定するんですよ。どうすんのそれ。それで人から話聞くなんてことは全部無駄でしょ。いや、それどういうことが起こってるかわかる？これカタカナで言うたらモラルハザードを言うんですよ。これをモラルハザードって言うんです。警察の取り調べ内容を否定する人が誰かを隠見して事情聴取する言うてるんですよ。それどんな恐ろしいことやってるか分かってんのそれ。めっちゃ怖いことやでこれ。いや、南波さんの言う通りですよ。アホやからやめろ以外のこと言いようがないねんけど、こうなってまうねんて。しかもですよ、検察は意見書まで発表してて、嫌疑不十分で起訴猶予にした理由って、高度にプライバシー性の高い情報が問題となるため、公判をすると社会的混乱を起こすからって言うて、猪本が白やから起訴猶予するって言うてないのよ。おそらく黒だろうけども、裁判を起こしてしまうとえらいことになるから言うてんねんで。残念なお知らせがあるんですよ、斎藤さんの支持者の皆さんにね。サンテレビの報道なんですけどね。ここのクリップで出てくるんですが、著作権上の問題あるんで、あれちょっと押さえておきますが、片山さんもね、実を言うと、知事からの指示やったら言うてるんです。片山さんまで情報漏洩には知事の指示があったら言うてるんですよ。で、猪本さんもあったら言うてるんです。あと、小橋さんもあったら言うてはるんです。要はその知事の周りの側近と言われてる人がみんな知事からの指示やったら言うてるんです。で、それを知事は否定してるんです。猪本さんなんか県警の取り調べに対してもそう言うてるんです。あと原田も。知事以外の人は全員知事から指示あった言うてる。で、これは事実です。これも報道もされてるし、百条委員会の議事録にも残ってるし、第三者委員会の調査結果にも残ってます。警察の取り調べ、百条委員会での本人たちの証言。百条委員会嘘ついたら逮捕されんねんで。百条委員会って嘘ついたら逮捕されるという縛りのある中での証言。ほんで第三者委員会の調査。この3つで知事以外の人が地方公務員法違反たる情報漏洩を知事の指示でやりましたって言うてる。というこのファクトに踏まえてこれ聞いてみ。持続可能な財政運営の検討会のもとに、財務検証部会、仮称ですけども、を設置させていただくという形になりました。これはすでにお伝えしてますけども、令和2年に実施した用地選考の取得のための記載ですね、要泉祭の借り換え490億円というものが、
やはり、総務省からですね、地方財政法に抵触する恐れがあるという指摘を受けまして、やはりその経緯や原因の検証ですね、当時の知事からの指示があったというを踏まえたものだというような、職員からの報告もありましたけども。職員からの報告があってんて。職員の報告があって、それがほんまやと思うから調査してんねんて。ほんだったらお前、小橋、猪本、片山、原田が言うてることほんまや思えよ。で、しかも片山って自分が任命した副知事ですよ。片山特別職ですよ。自分が任命した。ポリティカルアポインティですよ。こういう無茶苦茶が、なんか兵庫県民のためになると思ってんの？てか、兵庫県民のためというか、ごめん。ちょっと極先すぎてキモいねんけど、お前ら。お前ら、なんか、日本とか嫌いやろ。ほんまは。な。日本なんか滅んでしまえと思ってるやろ。中国とか北朝鮮に占領されてしまえと思ってるやろ。いや、だいぶキモいよ、これ。こんなんむちゃくちゃやん。いや、多分これ、兵庫、北朝鮮でも中国でも持ちあぐねると思うけどね。アホばっかりで、こんなもん無理って言うと思うよ。いや、どっちがクーデター起こしてんの、これ。これ国家に対するクーデターよね。で、しかもね、地方財政法に抵触する。内閣総理大臣が、広域通報者保護法に抵触する言うてるんですけど。いや、N 国、いや、斎藤元彦の支持者って気違いしかおらへんから、靴履いてへんやつが多いサンダルばっかりなんですよね、大概ね。それはええんですけど、でも靴キャンセル界隈言うんやけど、お前ら国家キャンセル界隈やんけ。お前ら法律キャンセル界隈やん。でも意味わからへんねんて。国家の敵でしょ、こんなん。法律キャンセル界隈。いや、こんなんもう、神戸市ちゃうよ、こんなんもん。上食い式村やん。こんなん言うたら悪いな。上食い式村がそうやったわけじゃないねんからな。たまたまそういう施設が上食い式村にあっただけで、上食い式村が問題なんちゃう。サティアンやん、こんなん。県庁ちゃうやん、サティアンやん。1号館、2号館、3号館ちゃうやん。第1サティアン、第2サティアン、第3サティアンやん。修行するぞ、修行するぞ、修行するぞ。修行するぞ、修行するぞ、修行するぞ。おかしいやん。ほんで、あれやろ、お前らほんで竹内さんと渡瀬さん、ポアして喜んでんねやろ。まるっきりサティアンやん。ポアしたんや。で、村上、プチ共栄中の持ってるプラカード見てみや、ここに。したやつは自分が弱いって書いたんだよ。いや、それ冗談抜きでポアして喜んでんねんよ、お前ら。やめて。お前ら極左なのはよく分かったけど、国家の法律なんかどうでもええと。地方自治体で国家の法律を独自解釈できると。で、警察の聴取内容なんかどうでもええと。人民の選挙で選ばれた革命政権の主たる斎藤元彦さんが全部独裁的に決めていく。で、まるっきりほら、極左やん。直接選挙で選ばれてるから正しい言うてんねやろ。これ極左やん。それ何理性の祭典と何が違うん？まるっきり極左やん、やってること。人民の直接選挙で選ばれた偉大なる首領様が法律を超越して自分で考えるやり方でやると。で、それは是認される。なぜならば人民の直接選挙で選ばれたからって話でしょ。それ極左革命政権の言うてることですよ。いや、北朝鮮が朝鮮民主主義人民共和国ってなんで言うかいう話ですよ。北朝鮮は民主主義しかないからです。北朝鮮民主主義国家ちゃう言うたらおかしいねんね。北朝鮮は民主主義しかないね。むき出しの民主主義やから北朝鮮みたいになるわけ。ちなみに北朝鮮の国会は一党独裁じゃないの知ってました？ちゃんと公明党みたいな政党あるんですよ。3つぐらい政党ある。朝鮮労働党だけちゃうねんで。なんとか、なんとかっていう宗教団体の政党あんねんで。で、あともう一つ宗教団体じゃない政党もあんねんで。中国の人民大会議もそうですけどね。全人代もそうですけどね。ちょっとやばいよ、これ。モラルハザードです。いや、今後何の話もできひんようになんねんて。今後何の話も、俺が限界地方政治でマルクスを引っ張ってきた理由なぜか分かったでしょ、これで。いや、やめといた方がええと思うよ。褒めるのを。いや、ええよ、中核派とか角丸みたいに、
日本なんて滅んでしまえと思ってるんやったら斉藤さんを応援したらええと思う。日本なんて腐った国は滅びればいいんだと思うんであれば斉藤さんを応援すればいいと思う。俺はそうは思わないからね。なんぼ今の自民党政権がむちゃくちゃであったとしても、日本なんていう国家の体制そのものを俺は否定するということはできない思想的立場だから、ちなみになんですが、兵庫県のね、臨時職員のね、募集案内があったんですよ。でね、臨時職員やから、誰でも応募できるってやつなんですけど、その中にね、こういう文言があったんです。これお決まりのお定まりの文句なんですけど、日本国憲法の施行日以降において、その憲法の秩序のもと樹立された政府に対して破壊行為を企てた政党もしくは集団に属したことがない人って書いてある。元非行採用されへんのちゃうかな。言うと憲法秩序を否定してんねんから。どう考えても憲法秩序を否定してるでしょ。いや、ちょっともう元非行応援するのやめた方がええと思うよ、ほんまに。みんなでそれ死にに行ってるよ。泥船やで、それ。いや、もうまるっきり連合赤軍の赤様山荘事件ですよ、これ。自分らで勝手にこれが正しい、これが正しい、これが正しい言って身内しばきまくってんねん。いや、だってさ、ごめん。もう冒頭一言で終わったんやけど、もう50分喋ってるけど、自分が徴用していてた元部下が、警察に、この業務は業務だと思いました。なぜならば、斉藤さんからの指示があったからですって、警察に言うてんねん。その警察の証言を、いや、僕やってへんから言うて否定する斉藤さんが、その総務部に検証委員会を作って、前の知事からヒアリングすんねんて。もっぺん言うで、自分の側近中の側近は元総務部長でした。その総務部長のやった行為が情報漏洩に問われました。そしてその情報漏洩は地方公務員法違反なので、総務部長さんは警察に引っ張られて事情聴取されました。その事情聴取で県警に対して知事の指示があったからやりましたって言うてます。で、警察と検察が、この人は、元総務部長さんは、検察と警察に対して、元知事からの指示がありましたよと。取り調べに応じてそう証言してますよって公表したら、知事はそんな事実はありませんって言うてる。その知事が、それから半年経ったら、その総務部に、前の知事の地方財政法違反行為を検証する検証部会を作ろう言うた。なんでという職員からの証言があったからですって言うた。僕わかんない。これ説明した俺がアホみたいに聞こえるかもわからんけど、俺ちゃうからね。もうなんかあれよ、もうジョジョみたいなこと。何を言ってるかわかんねえだろうが、やられた俺も何をやられたかわかんねえってやつです。で、それ正当化するのね、選挙に勝ってるから、リコールされてへんから言うて。正当化の理由が北朝鮮と全く一緒やねん。こんなん極左革命政権やん。そもそも考えて。選挙に勝ったらなんで正当化されるんやったら地方自治法って法律あんねやろ。いや、そもそも考えて。選挙に勝ったら何でも OK。勝った人の言うてることやなんか言うこと聞かなあかんって言うんやったら、なんで地方自治法ってあんの？いや、さっき誰かジョジョのセリフをパクってね、選挙に負けた知事などいないって書いてたんですよ。その通りですよ。知事というのは北海道から沖縄まで47都道府県全員選挙に勝ってるんです。47都道府県の知事が選挙に勝ってるからって47通りの好き勝手やってええの？選挙に勝ったということは何かをやる根拠にならないんです。選挙に勝ったから、そんなもん好き勝手やってやろ、有権解釈権は県にあるやろ言うんやったら、47通りのやり方ができてしまうんやで。それ国家系？もっと言ったらこれは都道府県やなしに市区町村やけど、基礎自治体やけども、基礎自治体に国民年金の処理とかね、国から委託されてるんですよ。
ほんで姫路と神戸で知事違う、市長違うから言うて、国民年金の処理のやり方変えてもね。国民健康保険の処理のやり方、知事、ごめん、姫路の市長と神戸の市長は別人格で、知事が、市長が別やから、選挙勝ってはんねんから、この人らは自由にやらはるねん言うて。それ、ええのそれ。でも斉藤さんのロジック言ったらそれ OK になるよね。そういうこと言うてるやん。そういうこと言うてんねん。47都道府県ごとに知事の有権解釈権があんねやろ。いや、そういう理屈を言うてしもてんねん。国家の法律は47通りの解釈の仕方があります。へえ、上等やん。もう前進者やん。お前アンミカか、お前。ほんまやな。ほんまやな。お前アンミカか。白って300通りあるんですよ。似てないって練習、モノマネを全部俺ができると思うな。ポッと言われて全部できると思うな。できないのじゃねえよ。こんなシャリが、効果かけながら。俺笑顔汚いからな。似せようとしてって言われても、そのアンミカの声が頭の中で再生されないから。アンミカってなんかもうアイコンやから、もう顔とそのセリフだけで、テキスト情報として入ってしまってるので、もう顔もなんですか、アスキーアート的な処理の仕方してるんで、頭の中で。無茶ぶりをすんな。アンミカのモノマネとかね、求められる人生だと思ってなかった、俺の人生が。何の話してたっけ？やればできるとかじゃない。メローニまだです。メローニは練習さえしてません。似る日が来るとは思ってません。ここからが見どころじゃないんです。諦めないでとかね、言わない。なのでね、語の全き意味でのモラルハザードが進んでて、これを黙って見てられるのは、極左暴力集団だけやと思いますよ。俺が角丸派やったら喜んでるもん。サイト支持してる。これやばいですよ。ほんまにやばいですよ。最後に一人 YouTube に気違いが混じり込んでて、斉藤元彦が多数派で、もう支持者が多数派であるという勘違いを犯している気違いが一人いるので、門を開くために僕の文章、この限界地方政治に書いた僕の文章を読み上げたいと思います。2024年3月以来、11月の出直し選挙に至るまでの足掛け8ヶ月の間、斉藤元彦は自分を告発した元県民局長の名誉を毀損する発言を繰り返し、当該の人物が自死した後も天として恥じず、誹謗中傷を繰り返し続け、百条委員会で道義的責任を感じないのか問われた際には、道義的責任が何なのかわからないと言い放つという、科学の焦点を言うべき光景を繰り広げ続けた。自分の部下にあたる人物を執拗に誹謗中傷し、道義的に責任なんぞ感じないと言い放つ異常な行為の蓄積そのものが、斉藤元彦にバイオレンスの匂いをおのずから付与していた。だから立花隆のセックス&バイオレンスに魅了された人々は、自動的に斉藤元彦のセックス&バイオレンスにも吸い寄せられていった。立花と斉藤は同じものを売っていたのだ。両者の違いは売り方の違いに過ぎない。自らうるさく立ち回り喧伝して回るか、黙って静かに手招きするかの違いしかない。両者とも売り物はセックス&バイオレンスであり、顧客はその程度のもので喜ぶその程度の人たちである。ここで兵庫県の名誉のために書いておかねばならないが、斉藤と立花のこの戦略に吸い寄せられたその程度の人たちが、兵庫県の有権者の大半を占めるわけでは決してない。あれだけ話題になった知事選挙であるにもかかわらず、投票率はわずか 55.65% に過ぎなかった。45% 程度の人は選挙そのものに背を向けたわけだ。そして投票した 55.65% の人のうち、斉藤元彦に投票した有権者は 45.2% に過ぎず、兵庫県全体の有権者から見ればたった 25% にとどまるのだ。その程度の人たちは決して兵庫県のマジョリティではない。わかりました。これでわからへんかったら、お父さんとお母さんになんで僕を産んだんって聞いてきた方がいいと思います。で、25% というのはどういうインパクトを持つ数字かという話です。
元彦の支持者が多数派だと思ってる人、今これ 25% しか、選挙の時でさえ、斉藤の人気がピークだった時でさえ、兵庫県全体の 25% しか斉藤を投票してないの。その 25% でどういうことか言ったら、物事というのはランダムにするとこういう正規分布に落ちるんです。で、この正規分布で程度の低い人、皆さんから見たらこっち側。これが 25% です、大体。ここが 25%。これが現実です。目を覚ましましょう。ということで、お後がよろしいようで。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。